こんにちは、アリーパラのじゅんです。今回はスプラッシュダイブセンターさんで体験ダイビングをしたいと思います。はい、ということで今回はスプラッシュダイブセンターさんに来ております。で、今回は体験ダイビングをしていきたいなと思っております。で、まず今回は2週に分けてお届けするんですけれども、1週目は講義の様子、2週目は実際に海の中に入っていく様子をお届けできればと思います。そして今回の先生をご紹介したいと思います。スプラッシュダイブセンターの米さんです。はい、スプラッシュダイブセンターの米沢と申します。よろしくお願いします。今回じゅんさんが初めてのダイビングだということなので、まず、パディという団体の体験ダイビングプログラム、ディスカバースクーバダイビングを行いたいと思います。まず最初は陸上での説明、その次は浅場での練習、それから、それに慣れたら深場の方に遊びに行きたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕初めてのダイビングなので、はい、だいぶ緊張してますけど大丈夫ですかね。大丈夫です。大丈夫ですか。海も静かですし、はい、はい、浅いところから始めますから、初めての方でも全然問題ないです。承知しました。じゃあちょっとどういう感じになっていくのかわかんないんですけど、まずはお勉強していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速米さんに講習をしていただこうと思います。よろしくお願いします。本日はですね、はい、パディという団体のディスカバースクーバーダイビングというプログラムに沿って行います。このパディ、はい、なんだかわからないと思うんですが、はい、ダイビングをするのにはライセンスが必要なのはご存知だと思うんですよね。はい、そのライセンスを発行している団体の一つ。でこういうライセンスを発行している団体っていうのは実は世界にものすごい数あって、実際いくつあるのかは僕も把握しきれてないぐらい。そんないっぱいあるんですか。はい。その数ある、ダイビング指導団体というものの中で一番大きな団体です。なるほどなるほど。でこの指導団体がそれぞれ独自にプログラムを作っていて、体験ダイビングのプログラムは、ディスカバースクーバダイビングという名称で行っています。はい、まあ実際じゃあダイビングはアドベンチャーっていうと、そんなにアドベンチャーラスじゃなくてですね、例えば高い山に登るとか、命がけで何かをするとか、そういうスポーツじゃないんですね。どちらかというとまあリラクゼーションのために行うという方が多いです。なるほどね。海の中に入るとほとんど自分の排気音以外の音が聞こえてきません。普段携帯に追われている方なんかはもう非常にリラックスできる。水の中で呼吸ができるっていう経験ってあまりないと思います。ないですね。はい。それが、普通に呼吸ができてしまう。それからあとは不思議なんですけど、スノーケリングをするよりも魚に近づくことができる。で例えばこのちっちゃなハゼでも、本当に手の届く距離、触れるぐらいの距離まで近づく。しかもスクーバダイビングで面白いのは、魚と同じ目線で見ること。はあ、なるほどなるほど。スノーケリングはどうしても上からね見る感じになりますよね。魚ってそもそも上から見るものじゃないので、どこの水族館に行っても上から見せる水族館ないですね。横から見せますよね。そうですね。で横から見ないとその魚の姿、形、色合い、そういったものがよくわからないので、やはり同じ目線で見れるっていうのが一番。ああ、なるほどね。で今回のこの体験ダイビングの講習はですね、いわゆるライセンスを取得する講習ではないんです。で今何度もライセンスっていう言葉を使ってるんですが、実は正確にはライセンスっていう言い方は正しくなくて、ライセンスっていうと日本語で言えば免許証。ダイビングの世界の免許証って存在するんですが、遊びでダイビングをするときに免許証は必要ないんです。日本語で言えば認定証、英語で言うとサーティフィケーションカード。でサーティフィケーションカードっていうのは
真新しいので、サーティフィケーションのC を取って C カードをする状態。ああ、なるほど。C カードって言葉聞いたことありますけど、その C だったんですね。で、今回はその C カードを取得するための講習ではないんですけれど、はい、最初の部分と同じ内容になっているので、はい、今日やってみていただいて、あ、意外とダイビング簡単じゃないか、面白いじゃないかとなったら、C カードを取得するのは非常に簡単です。日本を離れて久しいのでよくわかんないんですけど、僕が日本にいた頃は、学科講習1日、プール講習1日、海洋実習、実際海に潜るのが2日間、計4日間ぐらいで書いてる。ただ今は学科講習をオンラインでウェブ上でやったりすることが多くて、あるいはご自宅のそばにそのパディのダイビングショップがあったら、そこで学科の講習とプールの講習を終えらせてしまって、で旅行のついでに例えばパラワにいらした時に残り2日間講習受けるなんてこともできます。同じパディのお店同士ならば、どこで講習をちょん切ってもいいことになってます。なんなら学科講習の途中でちょん切っちゃって、残りを現地でやるっていうこともできるし、学科だけやって残りをこっち。で、この C カードというのは車の免許と違って書き換えってものがないので、一度取ると一生ものなんですよね。ですから今取るとこの顔写真がそのカードに乗っかって、これが10年後になっても20年後にもずっと同じ顔っていう。じゃあもう撮影の時はもうバッチリメイクアップしていかないといけないですね。で、ここからが本題ですが、ここまでのところで何かご質問はありますか？大丈夫でございます。では準備しましょう。いよいよよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今週は米さんに体験ダイビングの講習をしていただきました。米さんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。もう知らないことばっかりと、あとはなんかこういうねハンドサインみたいなのはちょこちょこ知ってることもあって、そういうことだったのかといろいろ勉強になりました。ありがとうございます。そして、来週なんですけれども、来週はどのような形で？来週はですね、早速海に入りたいと思います。まず機材を何も揃えてないので、機材のサイズ合わせをしていただいて、で、ぴったりフィットしていることを確認した後に、お店の前のビーチの浅場で練習したいと思います。まずでも足のつくところでやるんで、怖さはないと思います。怖かったらすぐパッと顔を上げればいいだけですから。わかりました。そこで十分慣れていただいた後に、深い方に遊びに行こうかなと思います。そうしました。じゃあ泳げない僕でも大丈夫ですね。大丈夫です。そうしました。ありがとうございます。では、来週も引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いいたしましょう。ハリーパラオのジュンと、スプラッシュの米澤でした。ありがとうございました。また来週。また来週。歯磨けよ。